そうだね、後期なんだよね、これね。そうですね。3から始まるからね、はい、BNR32 の3から始まる後期で。後期のカラートリムが732だから、あれちょっと待ってください。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。はい、ここ最近、32GTR、まあ GTR を出すと、動画がバズるっていう法則をね、我々思い出しまして、最近続いてますが、やっぱりあれじゃないの、初心に戻らないと。初心に戻らないとね。そうですね。いけないんじゃないですかね。最近手広くやりすぎましたから。なんかね、楽しようと思ってんだよね、再生回数稼ぐのに。なるほど。なんか GTR 出すとさ、はい、再生稼げるってことに気づいてしまって。はい、思い出しました、当時のね。はい。まあということで、はい、今日はまた 32GTR 後ろにございますが、これは何でしょう。これはですね、業者オークションから仕入れた車です。そうなんですね。最近あんま見ないですけど、業者オークションから。最近ね、いい車ばっかりさ、買い取りしちゃってんですよ。ビカビカしか入ってこないですからね。だからね、くっそコンディション悪いやつがね、オークションにしかないんです。なるほど。はい。業者オークションからね、拾ってきました。まさに最安値ではないかぐらいの勢いの車です。そうなんですね。こういう車をね、安いからって買っちゃうと、後で痛みにななっちゃうんですよ。皆さんね、注意です。なるほど。じゃあ今日は視聴者の皆さんにそういう車会いに買うんじゃねえと。はい、そうですね。トラスト企画からバリモノを買えっていう動画になります。これ多分ね、これ買ってね、ちょこちょこって直されて、よくなんかいろんなその車の雑誌とかね、ウェブに載って、なんか300万未満の車で売られてたりするんですよ。皆さんが見れるやつで、お、安いなっていうレベルの。安いなっていうかね、怪しいなっていう値段価格帯のものです。なるほどね。はい。じゃあちょっとどこがボロクソでどこが怪しいのか、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そうね。はい。で、業者オークションでコンディションの良くないコーナーってあるんですよ。まあ現乗車コーナーっつうんですけど、よく聞くやつだ。そう。大体ね、そういうとこはね、うさんくさい車しか多いじゃないですから。そう。他のとこに出せないんですもんね。そう。クレーム来ちゃうから。クレーム来ちゃうから出せないんですよ。現状コーナーはノンクレノーリターンですもんね。基本的にはね、車のエンジンが壊れてたり、ミッションが壊れてたり、エアコンが効かないだの、錆びてたりなんだりしたでもクレームとしては受け付けないです。なるほど。その辺分かって買うっていうコーナーですからね。そう、安い。安い。だから安い。よくね、動かなくなっちゃったとか、ね、調子悪くなっちゃったという車が出てくるコーナーなんですけど、ね、いろんな業者さんがそれね、一般の個人のお客さんから買い取り、下取りしたりとかして、それを自分のところで売れないからもう、だから現状コーナーっていうところに投げてきて、でそれを必ずうちが拾うという。必ずうち切る。だからこれあんまりこういうのって出さないんですよ。これ将来的にどうなるかっていうと、パーツ取りになっちゃうんですね、実は。で部品がこういう車のうさんくさい車から部品を取り外して販売されるんですね。皆さんにお売りできないですから、どう考えても。これ買った人はね、首つるね。いや10日ぐらい寝込んじゃうかもしれない。そう外装だけ見て、なんかパッと見綺麗じゃないとかって言っててさ、色白でさ、そんなに目立つ傷ないっていうか、年式相応の車になってると思うんですよ。ちょっとボンネット開けるとね、あーって感じになっちゃうかもしれない。ちょっと開けてみましょう。ボンネット開けてみますね。じゃじゃーん。なんかエンジン色違いますね。エンジン違うのね。ついてんです。なんかここにしか目がいかないっていう。なんかレイティックのコンピューターでも入ってるんですかね、エンジン。グループ A みたいな感じ？わかんないですけど。あれ？なんか違和感が今ちょっとゾクゾク。なんですか？なんか穴があるような気がしないでもないんですけど。あ、ここですか？そこ。これね、今穴開いてるんですけど、もともとオークションに出てた時って、ここに白いテープが貼られてたんですよ。出た。白いテープが貼られてて、穴を隠されてたんですね。ガムテープチューンですね。そうです。白いしかも白いガムテープ、こんな感じです。こんな感じで
うわー、価値悪っ。基本的に少しでも車をよく見せようと思って、はい、白いガムテープでベタベタ貼って、はい、まあこういう細かいとこ映んないですからね、オークションね。まあ大体ね、エンジンかかって動くやつなのに、はいはい、ね、現状コーナーにあるやつって大体こんな感じ、はい、安いなとかって言って、はい、買っちゃうとこれ来ちゃうからね。チーンみたいな。知らない人はもうやばいですね。大公開。そうそうそう。でもこれまあ錆びてるだけですか？じゃあ。まあそうだね。まあ一応なんかそうだね、後期なんだよねこれね。そうですね。3から始まるからね。BNR32 の3から始まる後期で。後期のカラートリムが732だから、あれちょっと待ってください。この後期の白って数字違いますよね。326じゃないですかね。326ですよね。これどういうことですか？カラートリムが違う？これはね、色替えです。あ、色替えですね。オールペンです。オールペン。はい。でもエンジンルーム白いですけど、エンジンルームまで塗っちゃったんですかこれ？全部塗っちゃったんじゃないですか？全部塗っちゃったんですか？もうボンネットの裏からね、エンジンルームからこうエンジン下ろして全部きれいに下ろして塗っちゃったんですかね。お金かけなんかこれは怪しい匂いがプンプンするんですけど。すごいよ。だってこの車ね、あれだよ、なんつうの、ほらこういうところも見るじゃない。こう普通はね、ここにちょっと黒残っちゃったりするんですよ。残んないでしょ。こうほら、なんつうの、なんでですか？フロアもね、穴開いてるし、しかもフロアも白いんです。フロアまで塗ってある。そう、フロアのところがこの骨格の中、骨格の中、この中ね、はい、この中も白いんです。はい。めちゃくちゃ、そんな隅から隅まで。そうそうそう、屋根も白いの。これ見て。屋根も白い。屋根も白い。あ、本当だ。はい、ほら中も白いでしょ、ほら。こんなとこまでオールペンするんですか？はい、ほらここのさ、この中、はい、この中のこっちの中までオールペンしちゃった感じ。内張りの中。内張りの中、この中ね、はい、この中。ですね、オールペンしちゃった感じ。見えるところだけじゃなくて。はいはい。俺もおかしいなと思って。これホワイトボディまで全部ばらして塗ったんですか？おかしいなって思う。おかしいですよねこれ。ボディから。これはね、元色黒じゃねえんじゃねえかと。思っちゃうよね。確かに。そうですよね。ボディの内側にある鉄板の内側まで白くなってる。なんか怪しい雰囲気。ちょっとね、はい、これね、これまずいんじゃないですか？まあ白い車か、はい、黒い車か、はい、ちょっと白黒はっきりはっきりしましょうこれ。白か黒か。そうそう。はっきりさせてみようか。はっきりさせてくださいよ。これね、俺最初一発目ね、ちょっと嫌な匂いがしたの。ボンネット開けたじゃん。ボンネット開けた時にコーションプレート見てよ。これリベット止めなんですよ。あ、本当だ。普通ね、プラスチックのね、白いこうポチンってこう。そうですよね。あんなこういう色のね、こういう感じ。なぜリベット止めなんでしょう。これ後からつけたんじゃないですか。これね、よーく見ると確かに塗ってるんですよ、この面も。実は塗ってるんです。確かにちょっとこうシャって塗ってる。はい。闇ふけ。何この車。なんか久々にこういう車。まあ実はここも確認したんですね、裏側。これ開けてもここも白いですよ。本当だ。ここもこの中の方、この奥の方も白いんですよ。ここまで塗ったんですかって感じ。ここまで逆に塗れるんですかって感じですけど。相当な技術だよ、ここまで塗ってたら。こっちから
これリベット止めされてるんですけど、ここにこうリベット止めね。で普通ここにちょっとね目打ちっつってその番号だけこう抜くケースのやつがあるんですよ。車体番号1桁とか2桁こう変えたりするときに、でそのクリーン席はね一切ないんです。どうなってるんですか？そう一切ないの。はい、本当だ。はい、裏側何もない。はい。そうですね。リベット止めされてる。はい。はい。みーくんの予想ですけど、はい、ね。はい。車体番号の上に車体番号がある。貼ってる感じですか？そうですね。貼ってるっていうよりも、はい、車体番号の上に、通常パテで持って、その上にもう一個刻印こう打刻していく数字を。そんなことありえるんですか？それは同じ数字を打刻してるのか。ポーションプレートと同じ数字を打刻するんです。なるほどね。これね、なんで違和感あったか、これね、もともとね、カラーコード732じゃなくて326だったら絶対気づかなかった。そこが合ってればね。はい。そう。でこれがね、黒のポーションプレートだから、おかしいな、色がどこ色がした。俺と思って、なんか屋根とか見てもなんか、俺色前塗ったことないよね。純正じゃないのこれ、なんかもともと色じゃないとかこう見てて。あれおかしい、塗ったとかって思ってエンジンルームは塗ってあんの、エンジンルームは塗ってあんの、なんか知んないけど、出品表には書いてなかった。出品表は色替えって書いてある。これは白黒つけないといけないと思いますけど、ちょっとね、業者オークションの方にね連絡して一応クレームを上げさせてもらって、どうなるか、車体番号のとこ溶かしちゃおうか。裏側見てやんぞみたいな。塗装溶かしちゃって裸にしちゃおうか、脱がしちゃおうか、脱がしちゃいましょう。車体番号脱がしちゃおうか。脱がしちゃいましょう。こういう車もうすでにこれ初めてじゃなくて、そうなんですか？もう5台も6台も入ってますから。過去にもあった？いやもう5台6台ほぼほぼオークションから買ったやつで、怪しいので、完璧に怪しいのは返しました。ただ疑いの余地があるものは、結局そのどっちつかずになっちゃうから、まあしょうがないからね、クレームとしてあげられなくて、引き上げさせてもらってこっちでトラスト客しちゃいました。解体。それしかないもんね。そうそう。じゃあこれ一回ね、ちょっとねこの後のやつでやってみよう。やってみましょう、やってみましょう。どうなるか楽しみ。一応業者オークションから許可もらってからね、溶かしちゃおうか。溶かしちゃいましょう。じゃあ早速、疑わしいこの車ですけど、やってみますか？車体番号のところをちょっとはぐってみちゃおうか。うわ、大丈夫かこの映像。今回出るかどうかやってみましょう。お楽しみですね。これ多分 YouTube 界本舗初ですよ。出なかったらどうしようね。まあそれはそれでみたいな。ちょっと早速私がやってみたいと思います。今回はピットワーク製のですね、ガスケットリムーバーっていうね、強力剥離剤っていうのがあるんですけど、よくガスケットをね剥がす時に使う液剤です。そうですね。これ塗装もいけるんでやってみますね。ちょっと怖いですよ。これ大丈夫？おっと？おっと、これは汚れだけ綺麗になっていくぞ。全然出てない感じですね。はい、とても綺麗になりました。塗装が剥がれてませんね。塗装剥がれないですね。白い塗装が剥がれないとダメなんですよ。下地が出ないといけないんですけど、ちょっと一回もう少しつけ置きした方がいいんじゃないですかね。ちょっとはい、やってみましょう。少しずつ。なんかパキパキ言ってる。見て、わかりますか？黒が出てきてますね。浮いてきてる、浮いてきてる。ほらほら、剥がれる。
これはまずいのでは。黒いベースが出てくるんじゃないですか。はいはい来ました。あ、黒です。黒です。ということは黒い車でした。何ら問題ないっていうことがここで立証されてしまったんじゃないでしょうか。塗ってある。ただ塗ってあるだけの車だったということで、本当に黒だったってことですよね。白黒はっきりさせたら黒だった。黒だった。この車はいかがわしい車じゃなかったってことに正規な車でした。なりました。ただこういうふうに確認するっていう怪しいのを、除外するっていう管理でやってますから、ちゃんと確認してます。確認してるんで、やばい車ね。だからなるべくその不正なものを流通させないように確認してますよっていう、そうですね、注意喚起になりました。はい。だからね、うちからパーツ買う時とか車買う時も安心してくださいねっていう感じですね。だからいかがわしい車は売ってませんよっていうことで、どっかのね某オークションと違って、そうですね。よく金融ものだったりね、盗難だったりそういうのがあるんですけど、そういうのは一切受け付けませんよっていうことですね。はい。ということで、今回は実はめくってみたら黒だった。めくってみたら黒だった。白期待してたのに。白期待してたのね。白いのいいよね。白パンがパンじゃねえ。純白がね、やっぱり良かったですけどね。純白の白で。シルキースノーパール。違うの。クリスタルホワイト。クリスタルホワイト。これクリスタルホワイトの。それは瀬戸黒の方です。そういうこと考えてるから。何？いや、なんか白かと思ったら意外に大人だったみたいなね。そう。もう20歳過ぎるとやっぱ黒になっちゃうから。やっぱ黒になっちゃうんだなみたいな。ちょっとな、残念だな。っていうオチができたかな。ということで、今回ね、そんな怪しい車じゃなかったよと。問題ありませんよ。心配していただいた皆さんすいませんでした。すいません、申し訳ない。すいませんでした。ということでまたお会いしましょう。ありがとうございます。